それではメンテナンスの続きをご覧いただきます。前回はエッジを軟化してターミナルの接触不良を改善しました。果たして結果はどうでしょう。正常値に下がっています。これで元通りです。F0 が目標よりまだ高いので、もう一回軟化処理を行います。コーンが黄ばんでいますので、洗浄と塗装を行います。拡大すると砂粒が見えます。ランサプラスは珪砂を混ぜたパテのようです。特性に影響しないように薄く着色します。ついでにフランジを磨きます。こちらは最終結果です。F0 の目標値は 45Hz です。45Hz はカタログスペックでした。Q が若干高めですが、F0 は目標とほぼ同じになりました。エンクロージャーの補修をしていきます。サランネットが縮んで隙間ができています。このネットの素材は木綿です。おそらく水に濡らしたのでしょう。張り替えることもできますが、オリジナルは貴重ですのでこのまま残します。前のオーナーが塗ったタッチアップを剥がしていきます。古い塗料を剥がして下地を整えます。
端のところがこれ以上ほつれないように固めておきます。オイル塗装で仕上げます。木目に染み込んだ汚れを取ります。全体にペーパーをかけて下地を整えます。オリジナルと同じようにオイル塗装で仕上げます。リード線のハンダをリフレッシュします。グリルを留めるネジが空回りしますので補修します。スピーカーターミナルをメンテナンスします。酸化物を取り除いて専用オイルで仕上げます。ユニットを留めていたネジが錆びています。錆を溶かして錆止めをコーティングします。元通り組み立てていきます。
次回はこのスピーカーを測定して LE8T の実力を見ていきます。